皆さん、こんにちは。レオです。ニュースでも食料不安を報道することが増えてきたことで、備蓄やサバイバルを専門に取り扱ってこなかった。例えば、YouTube のスピリチュアル系なら、神様からのお告げで、備蓄はこの商品にしなさいとか、個人の先民性を満たす目的で備蓄を追って煽る人も出てきました。備蓄動画を見ている人が洗脳されやすい体質を持っている場合、自覚の有無に関わらずで備蓄にスピリチュアル要素を混ぜて視聴者を依存させる配信者が増えてくる危険性に備えよう。そして子供たちの心のケアや協力的でない家族の理解の両方に共通した基本概念をお届け。まず、催眠療法、ヒプノセラピスト用のテキストでの簡単な暗示についてを共通認識としてお伝えいたしますと、暗示が入ると次第に信念に変わり、それに伴う感情が生まれ、感情思考は行動に現れて、その行動が成功したのか失敗したのかによって、これはダメだとか、これは良かったなどの人間形成していく要素の一つになっていきます。もう少し具体的にしますと、誰からか、お前はブスだなとか、ブスったれた顔してると悪気なく言われたとしても、言われた方は暗示がかかりやすい、洗脳されやすい体質の場合は、あ、私ってブスなのか。あ、ブスなんだ。あ、私はブスだ。ブスだから嫌われるんだ。というように信念に変わっていってしまいます。ブスに関連して悲しい、辛い、消えてしまいたい、憎いなどの感情が生まれてきます。SNS を見てモデルや女優と比較して、やっぱり自分は醜いって思ってしまったり、そこから表情が暗くなっていって、口数が少なくなり、自信がなくなり、周囲からお前うざいとか言われるようになったり、そしてそんな自分の存在を認めたくないことでリストカットしたり、整形をやめられなくなったり、中にはあえて太ってみたり、性自認を変えてしまおうとしたり、トランスジェンダーの中にはこうした劣等感や苦しさから人生をやり直したい、変えたいという無意識化での思いで性自認を変えてしまうという風に発展していく人たちにも中にはいらっしゃいます。そして信念としてブスだから嫌われるという仮説は、結果として嫌われた場合に、やっぱりブスだからダメだったんだという固定概念に成長します。その他、ブスとかそんなこと関係なかったじゃんとか、いやブスかもしれないけど私綺麗になりたいんだぞみたいな、そんな結果になるかどっちかになるかでバタフライエフェクトの道が進むというかです。バタフライエフェクトなので、そうした結果によって違う道が現れてくるということ。で、これ実際には、離婚した旦那の顔に似てるから嫌と、面と向かった子供さんに吐き捨てるように言う方もいらっしゃいました。美容整形をし続けずにはいられなくなることも、これらが原因の場合もあります。この流れが様々な場面で繰り返されていくことにより、脳はその経験を学習し、学習性無気力につながり、ブスだからどうせ何もうまくいかないという固定概念、確証バイアスなどが無意識化で形成されて洗脳されていくプロセス。他人からの洗脳も自分で自己暗示をかける場合もこんなような流れだったり。ですので、人から気にすることないよとか、人間は顔じゃないよとか、自分を受け入れてとか、メイクを習ってみたらとか、そんな考えじゃ人生がつまらないわよとか、そういうよくある一般的な言葉で言われても、もうその人は受け入れられる段階ではないほどに刷り込まれた信念になってしまっていることもあるんですね。だからこそ、そうなった原因やプロセスを鑑みず、おもんばかることもしない段階で、あの人は頑固で人の言うこと聞かない人だよね。って捉えちゃうのは、ちょっと時期尚早なのかななんて思っています。そして、何の気なしに悪気もなく、思ったまま
ありのままって言いたいことを言ったことで、相手のその後の人生がズタズタに変わってしまう。そういうこと、本当にたくさんあります。もし、自分に自信のない女性が初対面の男性に、君は心が綺麗な人だね。苦しさに耐えることのできる立派な女性だね。と、普通なら一瞬で、はぁとなりそうなこんな甘い罠も、ホストが売上目的に言った言葉でさえ、こんな自分を初めて受け入れてくれた人だ。この人が喜ぶことをしたい。この人の役に立ちたい。のように、秒で惚れたり、貢いだり、容易に子供ができちゃって、産む直前で逃げられて、シングルマザーで貧困になったとかのケースとかね。個人情報なので、設定を少し変えていますが、これも実際にご相談にいらした方の実話です。ピンとくる方は、社会経済、少子化、自ら命を絶つこと、自暴自棄で薬に走るなどの社会現象に点と点がつながるかと思います。こんな感じで見ていくと、日本では心や精神については学ばない、学べないような仕組みでできていると思いませんか？そう、まるで日本人を骨抜きにしようとしているみたいに。さて、洗脳や催眠暗示は本人がかかろうと思わなければ、催眠術師でも催眠は絶対にかけられません。自分からかかろうとしてもらえなければ、私も暗示を入れて催眠導入することはできません。それくらい意識と無意識を隔てるシャッターは強くできています。が、怖いのは無意識に自分から暗示にかかろうとしてしまう傾向のある方々で、全員ではありませんが、花粉症とかアレルギー体質のような洗脳や暗示にかかりやすい体質を持って生まれたというケースがとても多いですし、そういう体質があるというのも学ぶ機会もない日本。そういった気質を持つ方々が形を変えて様々な依存の枝葉になっていくっていう感じです。もう少し深掘りしていきますね。本当は目覚めた人という言葉は洗脳手口のカモネギになりやすい言葉なんですけど、最近備蓄系の動画やスピ系の動画でもね、共通語になっているようなので、わかりやすいようこの言葉を使いますね。目覚めたという定義が知っただけなのか、知って行動したのか、ご自身のトラウマを解消してからの選択なのかによっても、目覚めたという言葉の中身は異なってきますが、今回のポイントは、目覚めてない人の意味の頭がお花畑の人で説明していきます。いいか悪いかの二極化って、大なり小なり、国同士とかね、夫婦とか、親子とかの争いの元になるので、ここでは中間の目覚めた人っていうのも仲間に入れておきますね。あの人は頑固だから人のアドバイスを聞かないとか、お花畑だから。そうなんです。そうなんですけれど、一部では二極化のヒエラルキーというか、一部では自分は目覚めた人だみたいな肩書きというか、先民性をまとっている方々も散見されますので、いつもの私の独断と偏見なんですけど、少しね、根っこの話を深掘りしていきますね。頭がお花畑の人という言葉を使っている定義の中身を分析、分類して人を理解するというプロセスを細かくして、といっても膨大な量の情報になりますので、今回はスピリチュアル系で備蓄のことを配信している配信者と、備蓄系なんだけどスピリチュアル、そのスピリチュアルっていうのも洗脳しちゃうようなね、マイナスの方のスピリチュアルで配信している配信者にフォーカスしたざっくりな図になるんですけども、お花畑だよねって言い切っちゃうのも簡単なんですけど、どうして頭がお花畑なんだよねっていうような疑問を持つとですね、可能性が見えてきます。育ってきた環境なのかなとか、発達障害や高次脳機能障害とか、あとは人の意見を聞き入れられないっていう初期症状の認知症だとか、長年の大量の飲酒によってのウェルニッケ脳症などの脳障害によってなのかな
それとも、区民政策による洗脳に洗脳を重ねたミルフィーユ状態によってなってしまっているのかなとか。3S 政策の S って SNS やスピリチュアルの S が追加になってるんだろうなって。S 入りますみたいな。そうすると S の対極は M なので、そりゃその政策に巻き込まれた人は M になりやすいよなと。それは全然私の独断と偏見なんですけども、そしてその他の要因、これはですね、わんこそばのように掘り下げることができますが、人それぞれで異なる理解や経験値を標準化するっていうのは、不特定多数の方が視聴するこういった YouTube とかでは複雑すぎてしまうので、多分この辺はメンバーシップとかね、個人相談でのことになるのかなって思っています。この辺からは以前から視聴してくださっている方ならピンとくるかと思いますが、そう、ここからが当チャンネルの得意技。まだ続くんだ。で、ございます。長いので、途中で切ったりとか、2回に分けて聞いてみてください。さて、心理相談の中での備蓄相談では、一つ一つを深くヒアリングして、問題の枝葉の根っこがどこにあるのかっていうのを探していきます。これのね、縦バージョンが10話でお見せした図とリンクするようなイメージです。とはいえ、この図じゃちょっとまだ大雑把でピンとこないんだけどもっていう方もいらっしゃるかと思いますので、もう少し噛み砕きますと、先ほどの図、お花畑の要因となる各種の虐待、PTSD、発達障害などの先天性脳障害などの場合、他人から褒められたい、依存されたいなどのパーソナリティ障害。これは自覚しているかどうかは別としてです。子供の脳や体、心の発達状態に合わせた育児、教育というか教養がされてこなかったり、同じようにその子の親もされてこなかったとか、また本人はお花畑でなんていたくないけれど、発達障害や境界知能などでこだわりが強くて、あと障害と認定できないグレーゾーンだから、お花畑でなんて言いたくないけどそうなってしまってるとか。そしてその他ですね、これらをもう一段階深掘りしていきますと、そういった方々が YouTube などの情報発信者になった場合、どんなパターンに分類されてるのかなと考えたんですね。その概要は、目覚めてとは言うが、実際には目覚めさせようとしないんですね。視聴者さんが目覚めちゃうと、洗脳が解けちゃいますからね。すごい営業妨害になってるのかもしれないです。それで、あとは、依存体質にさせることでの金儲けや洗脳支配することが目的。そして、あと、歌の歌詞とか本、能力開発や自己啓発セミナーという形で、とか、占い、ネットワークビジネス、健康食品などとかね、そういう情報発信者とか、あとはその他もろもろ。こういった情報配信者の動画を次々と見続けたり、毎日見ないと不安だとなっている場合、体の反応的な視点は、海峡封鎖、食料危機、エネルギー危機など不安になる情報に触れることで脳にストレスが強くかかり、長期間でかかる状態下では、ドーパミンの快楽システムが活性化されて、ドーパミン分泌に対して脳が慣れてしまうことで、もっと強い刺激を欲しがるようになっていきます。その結果、脳はこの刺激を常に求めてしまうようになり、わかりやすく例えると、パチンコで勝った、明日もやらなきゃとか、今日は負けたけど明日なら勝てるとか、そういうのってちょっとね、どの缶詰が売り切れちゃうんだろう、今安いうちに買っておかなきゃ、YouTube で新しい情報をどんどん仕入れなきゃ、2025年の7月が大変なのっていうこの構造とね、ちょっと似ているところがあるんですね。ドーパミン的にですよ。で、そうでなくても2020年から次々と始まった不安を何度も繰り返していくうちに、もうこれまた依存性の高い YouTube がテレビや SNS と同じような洗脳ツールになっていってるっていう感じが、ちょっとだけしています。ここで一つ大切な視点をお伝えしますと、
スピリチュアルを全く興味がなくてわからないという方も中にはね、いらっしゃるかと思いますので、ざっくりな図ではありますが、便宜上、今回はこんな感じに理解していただけたらと思います。まず、宗教や信仰があって、そこから分類されるのが、純粋に信仰する心っていうのを利用とか悪用とかする分類に分けて、ここで利用されている側のスピリチュアルの人、そして利用や悪用している側のスピリチュアルの人、そしてそれらには関わっていない個人の趣味でニュートラルにね、スピリチュアルを楽しんでるよっていう人、あと、もう正統派で貫く、宗教とかね、神道、修験道、キリスト教とか、そしてその他には旧オウムとか旧統一なんちゃらなどの新興宗教やカルトで、宗教という名の世界の ATM っていうかな、そういったね、配置図だとしますね。で、皆様がそれぞれ思うスピリチュアルという言葉の定義と分類を明確にしておかないと、スピリチュアルな人はみんな情弱、洗脳ツールだとか、宗教は危ない、宗教のことを話すのはタブーだという知ろうとしないまま分断や二極化に拍車をかけ、それこそ 3S 政策を助長し、税金の流出先の目くらましのね、思うツボになってしまいかねません。詳しくは言えないんですけど。先ほどの情報発信者と同じくくりで、こちらの利用、悪用の根っこの一つのお話をお伝えしますと、この木の枝と葉っぱのイラストの葉っぱが日々の言葉とか出来事、人間関係などなどだと仮定して、この枝は一つのカテゴリーだと仮定しますね。例えば、ギャンブル依存ならばパチンコ、競馬。で、買い物依存ならばブランド品、健康グッズ。あとここに備蓄品も入ります。相手に依存ならば、モラハラ、パワハラ、暴力に夫婦喧嘩や毒親で、ホストとかそういった悪用するスピリチュアルとか、あとは、ネットワークビジネスとかね。その他は、エナジードリンクなどのカフェインとか、アルコール、薬などなどに依存。ね、その葉っぱってね、あんな風に言われてしまったとか、このわからずやとか、なんでまたパチンコするのよとか、もうこの缶詰も買っておかなきゃとか、もう備蓄に疲れたなどの日常的なね、言葉とか行動になります。そして、この枝に咲く花って、結局はうつとか、カサンドラ症候群とか、自ら命を絶つとか、相手の命を絶つとか、病気とか、犯罪などの花が咲いて、そこからなる果実と種って、次の世代に受け継いでいくのかなと。で、この枝を全体で見ていきますと、心に開いた穴から生えている木になります。先ほどの枝葉のモラハラ、パワハラ、毒親、お酒やギャンブル依存などの背景には、精神疾患、脳障害、境界性、回避性、自己愛性、ナルシスト、サイコパス、ソシオパスなどのパーソナリティや発達障害グレーゾーン、HSP などが気づかずにその裏にはあるのかもしれません。そういったものがある場合に、備蓄系動画に多い心理学用語の正常化バイアスに見えて、実はそうではない場合もあります。なので、あの人は正常化バイアスだからしょうがない。で、済ませたくない人、自分の子供が備蓄に目覚めないとか、親が備蓄に反対する。でも生きててほしい。諦めきれない。とかね。そういう方はアプローチの方法を変えてみるのも一つです。あと、HSP の傾向のある方に、こちらが強い説得をしたり、その方の価値観や考え方を変えるような提案をすると、一瞬で心のシャッターを閉めて、こちらを拒絶させてしまう結果になりがちに。じゃあ、この木の根っこはどこなんだいというと、例えば、父親が気分によって意味もわからず殴ってくる人だったから。じゃあ、あなたの心の開いた穴の細胞の記憶はお父さんの影響が大きいのかとヒアリングを続けてみたら、
祖母がアルコール依存症で、父を育児放棄したりとか、お酒を買いに行かせていたそうでとか、いや、そこなんかいと。小学校の子をね、包丁で脅して、お酒を買いに行かせていたっていう女性も現実にいらっしゃいましたから、そんなに大げさな思った話ではないです。こんな感じでね、祖母から父へ、父から私へと世代間で連鎖するっていう意味の世代間連鎖っていうのをアセスメントしていきます。どうして自分が生きにくいのか、なんでうまくいかないのかと、代々の生活習慣みたいな癖を無意識に刷り込まれたままにしておくと、これから生まれてくる子供や孫にもバトンタッチさせていくっていう過程ばかりに、そんな家庭の集合体が日本という国の一面なのかなとも、実際、長く相談業務をやっていて思っています。ですので、祖父母までの家族構成を最低限お聞きしないと、どこからがおおよそのスタートで、誰の影響をバトンタッチしたのか、などが見えてきません。なので、なんでわからないのっていうのを紐解くと、親が過干渉で、子供が自分で考える機会が少なかったとか、同居の祖母と母の言ってることが違うから、なぜか両方から八つ当たりのように怒られていたのは私ばかりだったとか、親に十分に接してもらうことができなかったなどの事情で、分かり方がわからないという環境のまま大人になって社会人になってというケースはとても多いです。ご相談者が100人いれば100通りですので、この動画を見てくださっている視聴者さんが、もっとこうなのにとか、そうしたらいいのになどのご意見もあるかと思いますが、例題ということなので、コメントをいただいてもお返事できない内容となりますので、ご了承くださいませ。そういった家族単位の世代間連鎖を見ていくための研究資料に、GHQ の 3S 政策によって日本人の何が変わっていったのかの経緯や、今の日本人になってしまった世代間連鎖がどのように詳細に起きたのかなどを調べるために、大正時代の教科書を持っています。こだわりは昭和時代に改変されていない生粋の大正時代の本。農業やお裁縫、礼儀や国史など面白いところではね、先生になるための教科書も。こちらは大阪府女子師範学校のテスト問題ですが、問題文に国民としての自覚の精神の発揮などが書いてあって、うわーと思って読んでいたら、次の問いに答えよっていうのは、過去を知る国民と知らない国民とではどんな風に違うかという、もう2024年の教科書だとしても胸に刺さる何かがあります。その他、札幌師範学校の教科書も奥深かったので、この辺も番外編で動画にできたらなと。こちらは現代の教師になるための大学の教科書や参考書です。社会、体育、道徳などですが、その内容と実際の子供たちの教科書との違いや、どのぐらい洗脳教育とバレずに言葉が使ってあるのか、そして戦前と戦後ではどのような印象操作があったからの今の言葉やマナーの通じない人が増えてしまったのかの糸口を感じ取ることができれば、具体的な個人でできる改善方法が見つかるんじゃないかなって思ってます。こういうのはね、メルカリで買っちゃわないで、お化粧とかね、おしゃれな洋服にでも自己投資すればいいのになってね、本当に若い時からね、思うんですけどね。ダメなんだな、これが。そうそう。最近、こちらのチャンネルをしてくださった視聴者様のためにお伝えいたしますとですね、公認心理師という国家資格があるんですけど、その試験を受験できるぐらいの範囲の程度となっております。これ受験票をもらってから、この国が主導するこの国家資格っていうの、これを取ってしまうと、自分のやりたいことができなくなるっていうのが分かったので、受験するのをやめたという経緯です。実際の心理相談や備蓄相談ではメモ用紙に書き込んでいきますが、この6枚のメモを埋めるのに2時間はかかる感じでヒアリングしながら、同時に親や学校からの洗脳を解いていきます。
備蓄に協力的でない家族がいらっしゃって、もしベランダが狭いからプランター栽培なんてできないとか、ペットボトルの水なんて床が抜けるからダメとかいうこの1か100かなタイプと会話するためのこちら側の応戦知識として、1と100の間にもアイデアはあるという概念や発想を育むマンダラートという芸学で使うね、フレームワークをちょっと応用してみますね。まずは皆様が身近な冷蔵庫の中にあるものだけで夕ご飯をちゃちゃっと作る時の思考を簡単に書き出してみますね。まずはじゃがいもがある。ならカレーかシチューか肉じゃがかなと。でもポトフとかじゃがバターもいいよねと。ポテトサラダかコロッケはパン粉がないか。よし、肉じゃがに決めた。で、次のフェーズ。肉じゃがの中身を何にするか。ということで、中心にはもう肉じゃがと。ここからイメージを広げていくと、じゃがいもは言わずもがな、玉ねぎ、人参があったな。パパは白滝が好きだけど、賞味期限がやばいからこんにゃくにしようかな。じゃあこんにゃくにして、絹さやか缶詰のグリーンピース買って、缶詰はキープじゃ。という感じに、皆様は普通にイメージ力を使いながら複雑な料理という作業を脳内で整理しながら展開していっています。この思考回路を応用すると、じゃがいもを水に置き換えてみますね。水から連想されるのは、水道、井戸、雨水、小川、湧き水、海、大気中とか朝露とか。で、その水を処理するならば、ろ過、殺菌、不純物、煮沸、蒸留、除菌、オゾンなど。そして既存商品ならば、綺麗さ、コックンのメルゾー、ソーヤやバーキーに、ポリグル、クリーン水とかブリタ、蒸留機だとか、朝露を集めるならね、ビニールとかタオルとか、そんな感じに広げていく。こういうシチュエーションならこう。で、これしかないならあれでいくか。など、選択肢や対応方法の数が広がっていきます。こんな感じで備えるを真ん中にすると、エネルギー、水、食べ物、日用品、衛生用品、薬、サバイバル用品などにカテゴライズされていきます。まとめますと、最初はたった一つだった視点が8個となり、16個の視点となる。点と点をこのぐらいつなげることができれば、ベランダが少ないからプランター栽培なんかできないという思考は、じゃあ窓際で屋内栽培したり、玄関の靴箱の上に置くんだったら湿気が出ないような水耕栽培じゃない培地で大丈夫そうな野菜を育ててみようかなどのアイデアが出てきますので、備蓄を協力してくれない家族の1か100が原因の話し合いにならない言い合いが徐々に減っていく流れができてきます。では、中央をハテナにして自由度を上げた状態で1つ、2つ、3つとそれぞれのフレームを肉じゃがのように広げていくと72。こうして1個から72個が生まれます。点と点を線にして線と線を面にしていくと、ベランダが少ないからプランター栽培なんてできないから、じゃあ窓際で栽培しようかなと変化し、家族単位から地域単位へと広げていくことができます。ちょっと例えば、このマンションってどの家のベランダも狭いから、マンション内の婦人部で A さん家は人参、B さん家はミニトマト。で、子供会で決めてC さん家はレタス、D さん家はベランダの日当たりがいいから大根。で、広報係は種の採取方法を知っている人、あと親戚の農家に聞ける人なんかの募集チラシを作ろうって子供会から提案しようかって話になったの。備蓄するには気づいたのが遅くてあまり間に合わなかったけど、コミュニティ全体が備蓄できていないんだもん。協力し合えると思うけど、どうかしら。などを家族にね、提案する、説明する、納得してもらうっていう提案方法が増えてきます。コミュニティ活動も、この人ソシオパスっぽいとか、ダークトライアドかもとか、傾向を知った上で対策しないと、緊急時の運営であっても誰かしらのジャイアンになってしまうかもですね。
で、こんな感じで、備蓄の必要性を感情的になって話すのも、戦略立てた冷静な判断と相手の心理の特徴を鑑みた上で話をするのも、どちらも同じ備蓄に協力してほしいの訴えであって、自分がどう変わるかの結果で新しい歯車が回り始めるのかなと。あとは穴埋めなので、真ん中をピカチュウでお子さんとやれば想像力とか思考力などに広がったり、豊臣秀吉なら人間模様や合戦名を入れると学習力は理解力などに。で、虫歯の原因って入れたら、なんかこう、健康意識のアップとか、健康の保ち方とか、理想の相手なら恋愛、結婚ですが、これ書いてもらうとですね、恋愛体質かどうかがね、一発でわかります。話を戻して、販路拡大なら、経営戦略とか営業力などにどんどん広がっていきます。真ん中をハテナにすると、可能性という夢や希望を広げていかれる、こういったフレームワーク。ミクロな部分も最適化して、全体も最適化していく、部分最適、全体最適な視点です。こんな感じに具体化して、この先の未来を作る備え方をブラッシュアップしていただければと思います。この続きは3部作の第2部にあたります、この次の動画で。次の動画は今回の動画のようにスライドは使いませんので、ラジオ感覚で耳で聞いていただけるような形になります。それでは続きの2部でお会いいたしましょう。